どうも、ベトナム在住のうちです。今日はスーパーカブのエンジンね、腰上、シリンダー周りをね、綺麗にして確認していきたいと思います。これね、ピストンヘッドとか汚れてるんで、前にも使ったこのメタルクリーンですね。メタルクリーンと言いつつ、こいつですけど、何回も使ってね、保管してるやつを使って、これら綺麗にしていきたいと思います。本当はね、シリンダーヘッドとかもね、つければいいんだけども、これは今回バルブとか外すつもりしてないんで、そうなるとね、ちょっとこいつで洗っちゃうといろいろ大変になる気がするんで、これはやりません。あ、こいつだけは汚れてないけど、これもつけるか。他はいらんよね。まあいいや。これもね、これはつけれるけど、いいでしょう。じゃあちょっと、温めていきます。じゃあまずね、またこのヒーターで温めておきます。これね、温度60度超えてきたんで、部品入れます。ちなみにね、ピストンは今はこんな感じで、裏側もね、こんな風に汚れてますね。どこまで落ちるかな。まずは電源を抜くと、今回ちょっと長めにつけようかなと思ってます。これね、つけてる間にこのシリンダーヘッドのバルブ周りとかね、確認していきたいと思います。これも汚れすごいんでね、本当はつけたいんだけど、まあこいつはね、真鍮ブラシで掃除できるからいいでしょう。これプラグもね、かなり黒いんだよね。そんで、カムは一回外すか。と、排気漏れのチェックをするんだが、軽くパーツクリーナー使って乾かさないとね、見えないんだな。今ね、これパーツクリーナー使って乾いた状態にできたんで、ガソリンを入れてね、排気漏れがあるか確認しておきたいと思います。ちなみに今パーツクリーナー吹いただけでね、これなんか汚れもいろいろ取れたんで、ここはそんなに苦しまずに綺麗にできそうです。まあガソリン入れていこう。こっち側からこぼした。ちょっとね、しばらく置いておきます。これ5分ほど置いてましたけど、全然問題なさそうですね。なんで、こっち捨てて、吸気側もね、見ていきます。こいつはこれで自立するのかな。こっちもね、しばらく置いておきます。こっち側もね、問題ないですね。OK です。それでだ。一つ忘れてた。これね。そんなに汚れてないんだけどもね、このキャップも向こうの液体に入れておきます。さあ、そんでね、ここの汚れなんだけども、多分この真鍮ブラシでね、擦れた、いける。取れるわ。取れますね。いける。大丈夫だ。そんなにね、ひどい汚れじゃなかったですね。
ってことは向こうもそんなに長くつけなくっていいのかな。まあまあ、まだやることあるんでね、やっていきます。これね、前回のホーニングの筋、ちゃんと残ってるまんまですけども、縦にもね、うっすら筋あるんで、もう一回やっときます。まあ、この縦の筋は元からというか、前回でも消せなかった筋なんですけどね。で、いつも言いますけど、これやるときは革手袋ですね。これで、もうちょいこれを強くするか。ね、もうこんなもんでいいや。軽くね、やっておきました。次はね、ここの面、ちょっと、砥石オイルストーンかな。こいつでね、慣らしておきます。そんで、シリンダーヘッドも、ちょっとこいつは、カスを落としとくか。汚れを中に入れたくないんだよな。こんなもんでしょう。パーツクリーナーでね、ちょっと洗いたいところなんだけども、錆びると困るんでね、今はこのまんま置いておきます。これね、まだ2時間ほどしか経ってないんですけど、ちょっとね、中を見てみたいと思って、取れないかい？案外熱いのよ。お、裏側は綺麗に取れてて、表もまあまあ、これ手でこすったら取れるんじゃない？あ、布でこすっても取れる感じですね。ちょっとあとはブラシでこすっちゃうか。そんで、じゃあ全部出すかな。案外まだ熱い。あ、これとかもね、もういい感じです。OK じゃない？こいつが今一つか。でも、ああ、こすれば取れる。OK やね。熱い。よいしょ。じゃあちょっとこいつね、カメラに映ってないか。これね、水洗いしてきます。なかなかね、いい感じだと思いますよ。これね、水洗いしてきました。さっきと同じようにね、並べてみました。ちょっと物が増えてますけどね。綺麗になってますね。軽く、流しただけなんで、歯ブラシでこすりはしたんですけども、ね、そこそこ取れてます。ピストンヘッドだけはね、ここはまあ、歯ブラシ使ってかなり頑張ってこすって、まあ、まだ残ってはいるけども、十分ですよね。裏側はこんな感じで綺麗になってました。さあさあ、これでいいんじゃない？うわ、なんか、錆びてきた。ちょっとオイル塗っておきます。これなんか鉄がね、茶色くなってきたんで慌てて油塗りました。で、ピストンリングも外しとかなきゃやばいよね。ちょっとこのリングね、もう一回使い回ししようと思ってるんですよ。まあこれいらんか。だから、
ときれいに外して、向きと順番もね分かんなくならないように整理します。これでね向きと順番は合ってるんで、ちょっと錆びないように潤滑スプレー塗っておきます。一応裏表も元通りにしたいんだな。いけるでしょう。今回このエンジンね、ピストンはもう一回再利用するんですけども、私はディンプル加工してるんですが、ちょっとね数増やしてしまおうかなと思ってます。こんな感じでね、ちょっと数を増やしてみました。ここの上はね、ちょっと真鍮ブラシ使ってこすります。簡単に取れる。そして横面をサンドペーパー600番ですね。これで軽くすっておくと。こんなもんでした。今日の作業はこれで終わりにしてね、ピストンはちょっと動画にしないですけど綺麗にしておきます。なんで前回じゃないや次回組み立てて終わりかな。今日はねここまでです。それではまた。